坂本美香の世界旅へようこそ。こんにちは、坂本美香です。今回は2024年にイタリアのポンペイ遺跡を訪れた際に私のカメラで撮った写真を通して皆様に私が感動した世界をお届けできたらと思います。これまで数々の遺跡を訪問させてもらいましたが、ポンペイ遺跡についてまず驚いたことはその広さです。歩きやすい靴で行くことは必須条件ですと聞いてはいましたけど、その広大さは想像以上でした。途中ちょっとした段差でつまずいて転げてしまったりしながらもよく歩きました。西暦79年、ベスビオ火山の噴火によってポンペイという古代都市が飲み込まれました。約1万人が暮らしていた2000年前ほどの都市がこれほどの規模でそのまま時が止まっていることに驚きますが、さらに古代ローマ時代の建造物、壁画、彫刻、インフラの素晴らしさも感じました。西暦79年というと日本は弥生時代です。24時間誰でも無料で水を得られたという共同の水場、上水道が引かれていたこと、水道のバルブも現代と変わらないことに驚きます。このような水場がいくつもあり、それぞれデザインが違うことにも感心します。なんというか、遊び心というか、生活を謳歌しているというか、豊かな芸術性を感じます。石畳が敷き詰められているここは、ポンペイの町の目抜き通りです。下水道はなかったのか、生活排水は道路の側溝などに流れていたそうで、その排水や馬車が通った時の馬の糞などで道を渡る時に足元が汚れないよう大きな石で作られた横断歩道があります。この石の横断歩道の隙間を馬車の車輪が通り抜けられるようになっています。これは私のカメラでモノクロ撮影した写真です。歩道の端っこに丸い穴が2つ開けられていました。古代の人はこの穴に馬の紐を結んでいたそうなんです。石畳には車輪が通った跡もこんなにくっきり残っています。馬車の轍もあったり、馬の紐のための穴も残っていたり、生活の営みの痕跡を目の当たりにすると、馬車の音や人の生活の音、当時のにぎわいが聞こえてきそうなほどです。ここは2000年前の時がそのまま止まっているのです。さらに私が驚いたことは、最近の発掘で当時の馬車まで出てきたことです。これまで文献では知られていても、このような馬車が発見されたのは初めてだということで、発見した時はそれは興奮したと、発掘に関わった考古学者の先生がお話ししてくださいました。これまで文献などを参考に想像で絵を描いていた漫画家さんたちにとっても、実物が現れるなんてすごいことですね。馬車の装飾をよく見ると、なかなかエロティックな彫刻です。結婚式のお祝いか？もしかしたら収穫祭だったか？人生の中でとても大切な何かのために裕福な家の女性が乗っていた馬車だと考えられるともおっしゃっていました。こちらはポンペイのパン屋さん。かまども現代のものと変わらない。テルモポリウムと呼ばれている食堂。こんなものが売られていますよというメニューがあり、発掘された絵画を見ると食材が豊かですね。当時の人の指の跡までついている炭化したパンも見つかっていますが、こちらの絵のパンを再現したものを実際に私も食べました。外側はカリカリ、中はしっとり、香ばしいパンでした。これはパンを焼く調理器具でしょうか？なんだろう。私はどうしてもたこ焼きを連想してしまいます。遺跡から出土したこちらの絵は、ベスビオ火山が噴火する前の姿。実際、ベスビオ火山を見て、鹿児島の桜島にそっくりだなと感じましたが、こんなに尖った山だったのですね。標高3000メートルあった山は、噴火で1200メートルになったそうです。ナポリ湾の風光明媚な景色を見ることができるポンペイは、上流階級が訪れる夏のリゾート地だったようで、豪華な邸宅が並んでいました。
アトリウムと呼ばれる中庭はまるで美術館のよう。邸宅には耐久性の高いローマンコンクリートが使われ、各部屋のフレスコ画は色鮮やかに残っています。これは邸宅にあった金庫。下の方には水道の蛇口のような装飾もあるの気になります。青い水差し、エジプトのモチーフの黒曜石の杯、豪邸のお庭の床にあったイッソスの戦い、アレクサンドロス大王のモザイク画。教科書でよく目にしていたあのアレクサンドロス大王の絵はポンペイの豪邸のモザイク画だったんですね。玄関には猛犬注意を表すモザイク画まで。犬の目の部分が赤く血走っていたりして素晴らしい技術、想像力ですね。こちらは男女別の公衆浴場。アーチ型の天井の溝は天井から水が滴り落ちないための工夫なんですって。すごいですね。こちらの棚のような作りはロッカーのようなもの。ここに脱いだ服などを置いていたのでしょうね。このロッカーの彫刻たるや、なんて豪華な作りでしょう。さて、ポンペイ遺跡を訪れて最も私の中で印象に残っているお部屋がこちら。一般公開はされていないお部屋かと思います。チビタ・ジュリアーナという邸宅跡。真っ黒な壁に白い花が描かれた部屋。当時ろうそくの明かりなどでこの部屋に入ると、黒い壁に白い花のような模様があちこちに浮き上がり、それはまるで夜空の中の星のようだったのではないかと考古学者の先生がお話ししてくださいました。なんという演出でしょう。当時のこの部屋を私の頭の中で想像しただけでも感動しました。2000年前の人が黒い壁に描いた一輪のこの白い花、私のお気に入りです。そしてもう一つお気に入りのフレスコ画があるのですが、それが所持板と鉛筆を持つ女性の肖像。知識を得ることは当時のおしゃれでもあったそうで、とても興味深い価値観ですよね。で、その所持板と鉛筆を持つ女性のポストカードが売られていたので、ポンペイ遺跡で購入したんですね。こちらです。で、これを帰国後額に入れたいなと思って額を探しに行って、これがいいなと思って選んだのがこちらです。で、購入した後に知ったことなんですけれども、この額なんとメイドインイタリーでした。なんだか引き寄せられた感じです。ポンペイ遺跡やベスビオ火山の噴火によって甚大な被害を受けてしまったのが西暦79年ということで、キリストっていう人が現れたみたいだよみたいな噂が広まってるような時期なのかな。そのキリスト教が広がる以前の世界みたいなものもポンペイ遺跡の中に残ってるような気がして、もっととても奔放だったのかなというような印象も受けました。素晴らしい文化、芸術が時が止まったように残っているというのは本当に貴重なことだなと思います。ちょっとここの部分は別日に収録しているので服装が違うんですけれども、今回イタリアでこういうところが日本と違うなと感じたことがありまして、例えばイタリアでなんかここが呪われてるなって感じるような場所というのはことごとく破壊するんだそうですね。それを聞いた時にそれは日本と逆だなと感じたんですけれども、日本の場合ですと平将門の首塚のように成仏するように祈って静まるようにお祭りをして守るじゃないですか。破壊するのか守ってお祭りするのかという違いを感じました。ポンペイ遺跡を訪れた2024年
は、長寿番組「世界不思議発見」が、レギュラー放送に幕を下ろすという時で、私にとってこのポンペイ遺跡がミステリーハンターとして、最後の訪問になったわけですけれども、レギュラーという形ではこのポンペイ遺跡がラストでした。残り2回放送があったんですけれども、あとの2回は、スペシャルというくくりだということで、本当にレギュラー枠としては最後の回だったんですね。コロナ禍にはなかなか海外に出ることも難しかったですし、ちょっと間が空いた中で、お声をかけていただいたということは本当にこの上なく光栄なお役目をいただいて、とても嬉しくありがたかったです。本当に感謝申し上げます。